街中で2人並んでベビーカーを押す夫婦。彼らはこれから何をしに行くところだと思いますか？遡ることおよそ4年前の2018年10月5日、メキシコエカテペック。秋晴れの気持ちいい気候の中、とある夫婦が街を散歩していました。ベビーカーを1台ずつ押し、子供たちを連れて家族水入らずの休日。そんな何気ない光景に見えていたんですが、すいません、ちょっとよろしいですか？そう言って彼らを呼び止めたのは警察でした。警察は夫婦に対し続けざまに要求します。ベビーカーの中身を見せていただけませんか？仲睦まじく散歩をしていただけの彼らに一体何の問題があるというのでしょうか。実はこの時警察は感づいていたんです。2人が押しているベビーカーに乗っているのは、2人並んでベビーカーを押し散歩しているように見える夫婦。彼らが隠していた身の毛もよだつ秘密とは。2人を支配していたのは、その記憶に深く植え付けられた女性への深い恨みだったんです。おざす。常に自分が成長する道を選んだらいいよ、ケンちゃんです。バブバブ、赤ちゃんぐらい愛らしいアミアミコでちバブ。無理すんなよ、ヤミコも。お前は困難な道選んどる。成長するバブ。本日皆様にご紹介するのは、メキシコ国民を震撼させたとある事件についてなんです。夫婦で犯行を犯していた犯人2人だったんですけど、なんとこの夫婦、白昼堂々ね、とんでもないものを持ち歩いていたんです。何持ち歩いてたの？それはね、ぜひね、予想しながら見ていただければと思うんですけど、この夫婦なんと女性ばかりをターゲットにしていたんです。そのことにもね、実はやばい理由が隠されていたんですが、まずはね、この事件、一体どんなものだったのか、早速見ていきたいと思います。ベビーカーの中身。遡ることおよそ4年前の2018年、今回の舞台はメキシコエカテペック。この街では当時ある深刻な問題が発生していました。2018年に入ってから行方不明者が続出していたんです。その全てが若い女性だったことから、警察は同一犯の犯行とみて捜査を開始すると、女性たちにある共通点が見つかります。なあ、この番号確か別の女性の通話履歴にもあったよな。行方不明になった女性の携帯電話を調べていた警察は、女性たちのうち数人が失踪する直前に同じ相手と通話していることに気がついたんです。その番号はパトリシア・マルティネス・ベルナルという39歳の女性のもの。パトリシアは夫のフアン・カルロス・ヘルナンデス・ベハールと共に子供服や香水など若い女性向けのビジネスを展開していました。商売を取り仕切っているのは旦那の方か。商売柄多数の女性と接点を持っていたこの夫婦。彼らを不審に感じた警察は2人の動向を監視することに決めるんです。夫婦のお客さんだった女性が行方不明になってるってことよね。そうなんです。そして警察はこの2人捜査を続けて、一体何をしているんだこの夫婦はっていうところで、激ヤバな事実を見つけてしまうんです。2018年10月5日、俺の誕生日じゃん。監視を続けていた警察は、フアンら夫婦がそれぞれ1台ずつベビーカーを押して自宅を出てくる場面に遭遇しました。2人には子供が4人いるため、ベビーカーを並べて出かけること自体は何ら不自然ではありません。しかし警察は2人が押していたこのベビーカーの見た目に強い違和感を覚えるんです。子供が乗っているとは思えないな。フアンら夫婦のベビーカーは2台ともなぜか中身が見えないように布で覆われていました。警察はすかさず2人に職務質問をすることにします。すいませんが、ベビーカーの中身を見せていただけますか？こんな状態で押されているのはあまりお見かけしないもので、子供が寝ているんです。そう言って足早にその場を去ろうとした夫婦。しかし警察はそんな彼らを制止し、ベビーカーの布を剥ぎ取ります。お見せいただかないと困ります。布の中身を確認すると同時に思わず顔をしかめる警察官。そこにはなんとバラバラの遺体が隠されていたんです。これってさ、いなくなった女性たちのってこと？そうなんです。警察がね、取り調べを進めていくと、なんとお客さんのね、女性たちがこの夫婦によってバラバラにされていたことが判明するんです。そして同時に彼らが女性ばかりを狙っていた理由も見えてくるんです。憎悪の芽生え。フアンとパトリシアの夫婦は警察に逮捕されるとすぐ、運んでいた遺体が行方不明の女性たちのものであること、そして自分たちが女性たちを殺害したことを認めました。何より取り調べを担当した警察を唖然とさせたのが、犯行を認めた後の夫フアンの態度です。なあ、お前の母親をここに呼んでみろよ。俺が心臓をえぐり出してやるぜ。釈放されたらまた女どもを血祭りにあげてやるよ。フアンは犯行を認めた後も全く悪びれる様子を見せず、女性たちを殺害したことをまるで誇っているかのように繰り返し暴言を吐き続けたんです。何よこいつ、めちゃくちゃ開き直ってない？明らかにもうおかしいですよね。反省の態度もないし。実はフアンはですね、ある精神疾患を患っていたんです。というわけで本日のメトラーキーワード、反社会性パーソナリティ障害について。
反社会性パーソナリティ障害とは、自分の利益や快楽のために無謀な行動をとることに良心の呵責を感じなくなる精神疾患。自分の行動で他人に不利益をもたらしても一切気にすることがなく、自分を正当化し被害者を侮辱するような素振りを見せる特徴があるんです。反社会性パーソナリティ障害の発症には主に幼少期の家庭環境が関係しているといいます。特に虐待を受けている子供は他者への思いやりを持てなくなる素行症という症状から段階的に反社会性パーソナリティ障害を発症する可能性があるんです。不安が取り調べで見せていた異様な振る舞いにも幼少期のトラウマが関係しているとされているんです。取り調べ中、不安は暴言を吐き散らし、憎悪をむき出しにしながら幼い頃の自分を襲ったその悲劇を思い起こしていました。1985年、フアンはメキシコ・ミチョアカン州の港湾都市ラサロ・カルデナスで生を受けます。フアンの母親はシングルマザーで、自宅には彼女の恋人が頻繁に出入りしていました。そしてこの母親にはある特殊な性癖があったんです。ねえあんた、この子に私たちがしているところを見せてやろうよ。生めかしい声で恋人に囁きかけるフアンの母親。そう、なんと母親はまだ幼いフアンに恋人との性行為を見せつけていたんです。ちょっとこれはやばいわね。こんなん見せつけられてたらそりゃおかしくなるわよ、精神状態。まあそうですよね。さらにね、不安にね、トラウマを植え付けたのは母親だけではないんです。フアンは本当に可愛いわね。幼いフアンが遊んでいる様子を微笑ましそうに見ているのは、母親が働きに出ている間、彼の面倒を見ているベビーシッター。彼女はふと思い立ったかのようにこんなことを言い始めます。ねえ、おばちゃんといいことをしようか。さっきまでの温かな笑顔はいつの間にか不気味な笑みへと一変していました。そう、フアンはなんとベビーシッターからも性的暴行を受けていたんです。フアンは幼少期に接した母親とベビーシッター、この2人の女性によって自分の中の女性像を大きく歪ませることになるんです。さらに10歳の頃、階段から転落して脳に傷を負ったことをきっかけに精神疾患を発症。女性へのトラウマと障害が交わったことで、フアンは次第にこんな考えを抱くようになっていくんです。俺をおもちゃにした女どもに生きる価値はない。なんで不安の周りにはこんな変な女しかいないのよ。それでもね、全員女性が敵だとか、女性のせいにしてさ、刃向けるのも問題だと思うけどね。おっしゃる通りですよね。いくら悲惨な経験、悲惨な幼少期を過ごしていたとしてもですね、穂先っていうのをね、関係のない人に向ける時点で同情の余地はないんです。こうした経緯から女性に対して歪んだ認識を持った状態で大人になってしまったフアン。23歳の頃、エカテペックの街で暮らしていた彼は、後の妻となるパトリシアと出会います。パトリシアらが働いていたレストランの常連客だったフアンは、店に通い詰めるうちに彼女と婚姻になり、出会ったその年に結婚。女性に深い恨みを持っていたフアンでしたが、彼にとってパトリシアは他の女性とは別でした。それは彼女がフアンに対し、とにかく従順だったから。俺はマフィアに殺し屋として雇われているんだ。お前も俺の仕事を手伝え。フアンはパトリシアにこのような嘘をつき、彼女を脅して従わせようとしていました。そしてパトリシアはこの嘘を完全に信じ込み、逆らえば何をされるかわからないと黙って彼の犯行を手伝うようになったんです。またパトリシアは知的障害を持っており、自分一人で生活することが困難な部分がありました。腕利きの殺し屋を名乗るフアンは、そんなパトリシアを引っ張っていってくれる頼りがいのある夫に見えていた側面もあったのかもしれません。そうやって何でも聞くパトリシアを女性誘い出すために相棒にしてたわけね。そうなんですよ。やっぱ女性が誘い出すとね、相手もちょっとした不安っていうのは和らぐんで、まあですがね、誘い出した後のこの夫婦の行動が本当にヤバかったんです。遺体の行方。エカテペックプラヤティファナ通りのアパートを訪れた若い女性。彼女は街で偶然パトリシアと立ち話をして仲良くなり、子供服を安く売ってもらう約束でフアンら夫婦の自宅へやってきた。女性がインターフォンを押すと、しばらくしてアパートの扉が開く。いらっしゃい、どうぞ中へ。部屋の中から顔を出したパトリシアが女性を招き入れる。パトリシアは女性を先に部屋へ通すと、その後ろ姿を確認しつつ静かに玄関の鍵を閉めた。部屋で待ち構えていた夫フアンは女性が入ってきたのを見るとにやりと笑った。女性は不気味に笑うフアンの姿を目にし、初めて気がついた。騙された。フアンの顔には女性への憎しみが抑えきれず溢れ出ていたから。しかし彼女が気がついた時にはもう遅かった。女性に逃げ場はなく、次の瞬間フアンが彼女に襲いかかった。それからしばらくしてフアンとパトリシアは何事もなかったかのように夫婦で食卓を囲んでいた。ほらお前も食え。自分たちが食べていたその料理を飼い犬の餌皿に装うフアン。彼らが美味しそうに食べているそれは、さっきまで生きていたあの女性の遺体だった。ちょっと待って、殺して食べてたの？そうなんです。
フアンたち夫婦の犯行手口はこうでした。まず妻パトリシアが街で若い女性と友人関係になり、子供服や香水、食品などを安く売る約束で自宅へ誘い出します。うまく自宅へ連れ込んだ後は部屋で待っていたフアンが女性を強姦した後に殺害。夫婦はこの手口でなんと20人以上の女性を殺したというんです。さらに殺した女性は漏れなく食べていたというんですが、彼らは何も好き好んで遺体を食べていたわけではないんです。不安な夫婦が女性の遺体を食べていたのはなんと隠蔽工作のため、単に遺体を処理する手段としてバラバラにした上で食べていたんです。そして食べきれず余った分は空き地に運んで埋めていました。ベビーカーで遺体を運んでいたのはまさにこれからそれらを埋めに行くためだったんです。ちょっと笑っちゃいけないんだけど、隠蔽工作のために食べるってどういう思考回路なの？遺体がね残ってたら食べて隠す、そして食べきれなかったら埋めて隠す。ずれてんですよこいつら、本当に。フアンは取り調べの最中、女性たちを食べたことについてこんな発言もしています。犬にも食わせてやった。女どもの心臓は呼吸に使われるより犬の餌になった方がよっぽどためになるからな。心臓って呼吸じゃねえし。このようなフアンとパトリシアの開き直った態度は裁判が始まっても全く変わらないまま、被害者の遺族を前にしてもまだ自分たちの犯行を誇るかのような素振りを見せていたといいます。担当検事は彼らについてこう語りました。容疑者のうち特に夫の方は自分の写真が世の中に流布することで連続殺人犯として知られることを誇りに思っているようです。フアンのそうした振る舞いは反社会性パーソナリティ障害ゆえのものなのでしょう。ただ精神疾患を理由に責任能力なしとするには彼らの犯した犯行は行き過ぎていました。2019年4月25日、裁判所は殺人と遺体遺棄の疑いで2人にそれぞれ懲役30年を宣告。しかしこれは最初に発覚した2人の殺人、遺体遺棄に対する刑であり、その後殺害した人物が次々発覚すると刑期はどんどんと伸びていきました。そして最終的には夫婦それぞれに300年以上の刑期が言い渡されることに。懲役が言い渡された瞬間もフアンら夫婦はなぜか笑みを浮かべていたといいます。これもう夫婦にとってはさ、懲役の長さとかも荘厳みたいになっちゃってんじゃないの？どんなね刑を課してももう響かないっていうのがムカつきますし、やりきれないよね。なんなんなっちゃいますよね。フアンら夫婦の逮捕や裁判での振る舞いが報道されると、エカテペックでは1000人規模のデモが発生。女性に対する暴力への抗議の声が街中に響き渡りました。幼少期のトラウマから女性へ深い恨みを持つようになったフアン。しかし最後は彼ら夫婦が逆に女性たちに恨まれる側となってしまいました。こうしてこの事件は暴力は負の連鎖しか生まないという、そんな当たり前の事実を象徴するような結末を迎えたんです。